こんにちは。ニット日和のケイです。ここは私が最近取り組んでいること、主に編み物の関連のことを共有するための場所になっています。今着ているもの、最近私が編んでいたニットティーが完成しました。今の季節にちょうどよく着られて、普段着にも合わせやすい一枚です。まずはこのニットティーからご紹介したいと思います。パターン名はショアラインティーと言います。デザイナーさんはオゼッタさんという方です。使用した糸はランブイエウールコットンでした。ランブイエウールコットンは組成がウールが 60% で綿が 40% の、糸になってます。でこちらはウールも綿も入ってますのでドレープ感も出ますし、あとすごく着心地がいいです。でこのパターンの良いところとしては、私がお気に入りなのはここの襟の T シャツのラインによく見られるような襟ぐりのところのこの編み目になってます。こちらはダブルニッティングの手法なのではないかなと思うのですが、すごく厚みが出て首元がしっかりしている、そういった作り方になっていて、とても感心してとても楽しく編むことができました。特に失敗したところはないとは思ったのですが、この前鏡を見た時に、こちらにはショアライン、いわゆる海岸線の模様というものがここはあるのですが、ここの肩の部分、ここにはその模様がなくて、もしかしたら編み忘れたことはないと思うのですが、もしかしたら編み忘れたのかもしれないなというふうに少し反省点として残っています。良かったところは編んでいて、やはり規則的に縄編みの模様が出てくるので、それがとても楽しく編めました。私は縄張りをきちっと使って編みました。着用してみてとても着心地がよく、今の季節にも合っていて、朝と晩は肌寒かったり風が強い日なんかは冷えたりしますし、雨の後も寒かったりするので、そういった時に、ウールが入ってる糸はすごく温かみもありますし、綿は涼しさもあるので、とてもいい一枚になったと思って、自分にもすごく、選んでよかったな、編んでよかったなと満足しています。次は今取り組んでいるものについてお話ししたいと思います。今途中なのですが、こちらの、ニットティーに取り組んでいます。パターン名はフライデーティーと言いまして、デザイナーさんはプチニットの作品になってます。使用している糸はこちらのスーパーウォッシュスパニッシュメリノになってます。こちらは、ウールとナイロンが、組成になっている毛糸です。こちらのパターンは、メリノウールが指定なのでマンセルメリノで編みたいと思ってパターンをスワッチをこのように取りました。マンセルメリノなのでとても柔らかくて肌の触り心地もいいですし、
とてもいいのではないかなと思ったのですが、どうしてもゲージが出すことができませんでした。水通しの後のゲージもあんまり変わらなくて、まあどうしても指定されてる、目数と段数には近づけませんでしたので、私がよく行く湯沢屋さんで売っている糸で、こちらのだるまの、スパニッシュメリノ、こちらで、スワッチを編んでみるとぴったり、出ましたので、こちらで編み進めることに決めました。で、触り心地はこのメリノウールの触り心地と比べると、やはりナイロンが入っているのと、あと多分スパニッシュメリノという、毛糸の特性なんだと思うのですが、カサカサしています。肌触りがチクチクしてるわけではないんですが、カサカサ感があって、こちらはしっとりしてる感じです。こうドレープ感もこちらの方がすごく柔らかみがあるんですけど、これから、6月梅雨の時期や暑い時期を迎えるにあたって、少しカサカサしてても肌触りは悪くないですし、逆に肌にまとわりつくような感触がないので、こちらの毛糸でも大丈夫ではないかなと思って編み始めることに決めました。で、今こちらが編めてます。で、本当は、ポロシャツのようなニットティーが欲しいと思ったのですが、どうしても半袖で、ウールや綿が蘇生のパターンが見つからなかったのと、あと私の体型というか、そういったところにあまり合うパターンが見つからなかったので、夏らしく、あとこう爽やかな感じのするボーダーを選んで、こちらを編み進めたいと思ってます。今日は見に来てくださって本当にありがとうございました。何かおすすめやアイディアなどがあれば、またそこから私の方もひらめきがありますので、ぜひコメント欄などで、お知らせくださると嬉しく思います。